旦那34歳無職ですが、不労所得で年手取り600万あり、妻は私27歳が妊娠したので、来年出産予定ですが、私は自営で在宅フルタイム、旦那も無職で常に在宅、いわゆる夫婦揃って社会不適合者です。子供に時間が生まれた時、お父さんが無職って悪影響ないでしょうか？子供に悪影響があるか、少しでもあれば、旦那にボランティアでもしてもらうので、手があれば教えてください。専業主婦が悪影響だと思われますかっていう話かなと思うんですけど、なんかこれも多分、近代の資本主義の良くない影響だと思うんですけど、人間って、金を稼ぐよりもっと大事なことってあるよねっていう、至極当たり前の価値観が最近失われてる気がするんですよね。例えばじゃあ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしました。おじいちゃんは仕事してないんだよ。おばあちゃんは仕事してないんだよ。それで悪影響ありますか？人として暴力を振るうとか、嘘をつくとだったらいかがなものかなんですけど、人として礼儀作法だったり、じゃあこう優しさを持っているかとか、真心を持っているかとかっていうところで、そういう優しい子供に育つかもしれないし、仕事してる人がいて、じゃあ仕事というのは大事だよね。その人のおかげでお金を稼いで今、食卓にご飯がありますっていうのは、それはそれで必要ですよ。全員誰も働いてないみたいな、3世代生活保護ですとかになっちゃうと、働くことの意味っていうのが分からなくなってしまって、っていうパターンだと良くないので、一人は働いた方がいいと思うんですけど、別に全員働く必要はないと思うんですよね。なので、奥さんというか旦那さんが働かなくて、妻の側の人が働いているのであれば、別に全然問題ないんじゃないかなと思いますけどね。専業主婦のいる家が無職になるわけでもなく、僕の母親は専業主婦、たまにパートだったんですけど、僕は無職みたいなもんだって言われればそうなんですけど、会社員とかやってないから。ただ一応お金を稼ぐという作業はしているので、無職であることはそんなになんか問題になるようなことじゃないんじゃないかなと思いますけどね。はい。なんだかんだ言って日本は相対的に幸せな国ということになると思いますが、未だ平和ボケしてるし、割と日本はそういう意味でいい国なんですよね。アメリカの核の傘の下にあるので、戦争というものがそこまで実感がなくて済むんですけど、フィンランドとかスウェーデンとかポーランドの人たちって、やっぱり今ロシアがマジで攻めてくる可能性あるよねっていうふうに、やっぱ心のどこかで思ってると思うんですよね。NATO というのができた時に、ロシアはそう言うてもそんなひどいことしないよねと思ってたら、ウクライナに攻めてきたわけですよ。隣の国の兵隊がガーンと来て虐殺とかしてるわけですよ。いやいや、マジ虐殺とかすんのこの時代にみたいな。もう2000年ですよ。でも2022年かなんかの時代に、先進国はそんな悪いことしないよね。国連とかあるよねと思ったら、マジでみたいなのが起きちゃったんですよ。ポーランドとかじゃあフィンランドとかスウェーデンの人たちとかいうのは、じゃあもう NATO 入らなきゃって NATO 入ったんですけど、でも NATO に入ったからといって、本当に彼らが来ないのかっていうと、国境沿いの街とかは攻めてくんじゃねえぐらいの、やっぱり完全に安全だよねという安心感は得られてないと思うんですよね。日本の場合は、アメリカ軍の基地があったりっていうのもあったりして、で、ある程度アメリカが日本を対中国、対ロシアとしては、アメリカの干渉隊として使ってるっていうのもあるので、いきなり東京に攻めてくるみたいなことを他の国にやらせないというのはある程度アメリカにあると思うんですけど、ただ尖閣諸島を他の国が取った時に、アメリカとしてはどうでもいいっていうリアクションだと思います。九州が攻められるとかになると、多分アメリカも本気で動いてくる可能性はあるんですよ。ただ、尖閣諸島とか誰もいないじゃないですか。尖閣諸島にじゃあ中国軍が来て、なんか旗立って帰りましたって言ったとしても、多分何にもしないと思うんですよね。なぜ何もしないのかっていう実例があって、竹島諸島っていう島がもともと日本の領土としてあるんですけど、で、そこに韓国という国が独島と呼んで監視施設を作って韓国の旗を立ててってやってるんですけど、アメリカ軍何にもしてないですよね。もちろん日本も何もしてないんですけど、実はね、竹島すでに取られてるんですよ。実質的にね。で、国際司法裁判所に訴えるというのも今のところ日本やってないんですよね。なので、多分ね、50年ぐらいすると、もう50年間韓国人がそこに住んでたから、これは韓国の領土だよね。で、そこら辺のじゃあ経済的排他領域としては韓国が使うよねという風になったとして、判決出たら負ける可能性あると思うんですよね。っていう感じで多分尖閣諸島もいつの間にか取られていくっていうことになるんじゃないかなと思います。尖閣諸島に基地を置いてもね、基地を維持するコストがめちゃくちゃ高いんですよ。尖閣諸島に住んでくれればいいんですよ。住めますか？何にもないですよ。インターネットないですよ。電気もないですよ。水道もないですよ。ガスもないですよ。そこに、じゃあずっと住み続けるっていう根性があるかっていうと、やっぱなかなかないと思うんですよね。昔、漁師の人が住んでた家があったっていうので、
それもなんか昭和の初期ぐらい住んでた漁師の基地みたいのがあったらしいんですけど、もう数十年人が住んでないところなので、やっぱ誰も住みたくないっていう結論だと思うんですよね。なので、もし根性のある人が住みたいんだったら、大釣島っていう名前なんで、住めばいいんじゃないかなと思います。太陽光発電を置けば、スターリンクでインターネットはなんとかなると思うんですけど、魚以外食い物がないのと、あと水が結構めんどくさいんじゃないですかね。根性があるやつを1ヶ月交代で済ませるとかっていうのをやればいいんですけど、やっぱり今それをやっちゃうと中国を刺激することになってしまうので、基本的には自民党はやらないですよね。外国を刺激するというのをやると、外国が怒っている。だからこの政策は間違いであるというのをメディアが言って、この政権は良くないっていうので、割と政権の評価が下がるっていうのがあったりするので、外国の人たちが機嫌が悪くなるようなことはしないというのは、このままなんじゃないかなと思いますけども。サマルタムがやっているワールドコイン計画は知らないです。そんなのあるんだ。私はこれでベーシックインカムを実現し、AI やロボットの発展と合わせて、働きたくない人は働かなくて良くなる社会が来ると思うんですが、ひろくさんどう考えるのが聞きたいです。ある程度働くだけで人間が暮らせる社会というのは僕は結構作れるのではないかなというふうに思ってます。すべての人が全く働かないで暮らせるかというと、それは難しいだろうなと思うんですけど、ただじゃあ、働いてる人がお金のために働いているのかっていうのでいくと、すごいざっくりとした僕の体感でいくと、多分年収1000万円以上の人が本当にお金のために働いてるのかっていうのでいくと、多分ね、5割ぐらいはもうお金じゃなくて、その会社の同期よりも認められたいとか、この仕事をやることが自分自身の自己実現につながってるとか、毎月毎月入る給与のためにやってるというより、それ以外のものに対する比重が多くなってると思うんですよね。上場企業の経営者系になると、多分お金のためはほぼいないです。正確に言うと、お金というより数字ですね。じゃあ、年収2000万円以上になると、その2000万円のお金を1年の間に使い切るのってなかなか難しいんですよ。で、そうすると、好き放題お金を使っても勝手に溜まっちゃうんですよね。お金を使いたいというよりも、お金が溜まっていくという数字を増やすゲーム自体が面白いとか、上場企業の社長とかだと時価総額が大きいっていうので、楽天の三木谷さんとじゃあ孫さんはどっちが偉いのか、やっぱ時価総額でかい方が偉いよね、みたいな、っていう感じの数字の争いをしているだけで、本当にお金が必要だと思って働いてるわけじゃないですよねっていうところのレベルに入るんですよ。なので、そういう人たちって働いたとしてもお金は1円も入りませんよってなったとしても、あいつより俺の数字の方がでかいとか、ここの人は数字がでかいから褒められるみたいな、承認欲求とか社会を変えたいとか、自分の部下が幸せになってほしいとか、家族がなんかこう、自分のことを尊敬してほしいとかっていう、お金ではなくて、どちらかというと、心理的なものっていうところで戦い始めるんですよ。ハイスコア争いね。ってなると、多分本当に、じゃあその人たちがお金ないです、お金もらえませんって言っても、多分承認欲求なので、普通に働き続けると思うんですよね。要するにその人たちは別にもうお金が必要で働いてるわけではないので、結構優秀な人たちっていうのはそういう人多いんですよね。例えばじゃあアーティストですとかで、米津玄師さんが1円ももらえないですって言っても、あの人多分ね、作曲し続けると思うんですよ。星野源さんが曲売れても1円も入りませんって言っても、多分曲作って YouTube で流すと思うんですよ。なので、あの人たちはもうお金が必要なんじゃなくて、自分たちの作品を世に出したい。聴いてもらいたい。で、聞いてもらった人にいろんな感情を持ってもらいたいというところで、ものを作り続けるので、なのでそういう感じでお金のためにやるっていう状況ではなくなっていくと思うので、そういう人たちはずっと働き続けると思うんですよね。そう考えると、ある程度衣食住を提供するというのを社会システムと作って、で、その後ひたすら社会の中でも自分のポジションだったりとか、リスペクトが欲しいみたいなところで働くっていう人は、承認欲求ベースで社会を作るというのは結構いけるんじゃないかなと思うんですよね。それがね、できるかどうかっていうのがね、昔はできないよねと言われてたんですけど、今の時代だったら結構ね、全自動化が多いので、できる可能性はあるんじゃないかなと思ってるんですよね。僕はどちらかというと楽天家でポジティブ思考な人なので、そういうことに関しては全然うまくいかないかもしれないですけど、とはいえでも、なんだかんだ言ってベーシックインカム的なものは日本では結構いけるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。日本でベーシックインカムがいけるって言ってる理由は、結局その外国から
じゃあヨーロッパでベーシックインカムできるかっていうと、僕ほぼ無理だと思ってるんですよ。で、無理な理由は、陸続きで繋がっちゃってるので、ここベーシックインカムだよっていう国ができると、そこに外国人がどんどん入ってきちゃうんですよ。例えばアメリカはもうメキシコから人来てほしくないって言ってるのに、勝手に壁破ってどんどん入ってくるじゃないですか。っていう形になってしまうので、人が勝手に入ってこない環境でないと、ベーシックインカムの実現はかなり難しいと思うんですよね。ところが、これ日本って、何年前かどうか知らんけど、気がついた時は海に囲まれてたんですよ。なので、そもそも外国から入ってくるっていうのを、例えば空港を閉鎖しましたっていう時に入ってくるのかなり難しいと思うんですよね。日本海を渡って難民が来るかっていうと、多分北朝鮮の人も日本海を越えるんじゃなくて、中国経由でやっぱ入るんですよ。北朝鮮脱出してる人っていうのも年間に結構な人数ですけど、なので日本海を越えて日本に来るっていうのも選択肢としてあるんですけど、でもやっぱり韓国に行ったりとか中国に行ったりっていう形で、やっぱり日本海越えるはなかなかやらないんですよね。なので日本はベーシックインカムは結構可能なんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。